Are you ready for the blind blade of justice? Step into the world of Zatoichi, where the legendary Shintaro Katsu redefines the art of the sword. With a steel blade hidden in a cane, an epic journey begins. Sit back and witness the legend.客人、蝶ですね。横にあったら蝶に決まってるだろう。勝負。国の藩。お客人、お張りにならねえなら席開けてやってくださいし。張りたくても駒がねえんだ。返してくれ。型はこのドアじゃ型がなきゃ駒は回しちゃくれねえのか。型これだ。これは鉄砲水の橋さんですかい。気悪さしてごめんなさいし。どうも近頃の若えな気が利かなくていけねえ。おい早くしろ。なんだこれ。俺が張ったのは5両だよ。これはそれが帰ってきただけじゃないか。この5両そちらへ収めておきなさい。だお客人張った銭が5両でまた5両戻ってきたんじゃ。ほら面白くねえなもりやねえ。博打ってのは勝ち負けがついて回らなけりゃいくら張っても面白くねえ。これを持って今日のところは引き取っておくんないな。なんだ三部か。盗人にも三部の利って言うじゃねえか。ああおめえなんだ。運悪くも昨日こちらの貸本さんところへわらじを抜いたつまらねえ目なし鳥でございます。目なし鳥かい。はい。じゃあ見えねえだろうが俺の寝目ぐらい聞いてるだろう。俺はな鉄砲水の八さんでございますね。お前さんの名前は方々で見に行っとるやな。それだけダメのある人ならこの都政でやっちゃいけねえことがあるぐらいのことだ。知ってるはずだ。ステージがドバーラジ。親分さんへ
兄貴、医者行こう、医者。おう、鉄砲水の八。てめえを生かしてこの峠を越さすわけにはいかねえんだ。どうしたと？てめえを生かして返したんじゃ俺っち一家の面が立たねえのよ。バカ野郎、無腰の者を切ったと知れちゃ都政の笑い者なら。おう、抜けよ、抜けよ。抜かねえかい。拾えよ、拾えよ。都政の笑いもんなるな。お前さんたちの方じゃありませんかね。博打までの落とし前はさっきあっしがつけた。それは気に入らなくて生かすの殺すのってんなら鉄砲水の張ったんじゃなくてこの足を切らなくちゃならねえ。なんだと？てめえ意識一般の恩義を受けながら俺たちに半分打ってのか？萎縮一般の恩だの義理だのそれはもうさっきまでのこともう一歩わらじあぎゃ恩も義理もありゃしねえ。あんまり生きがったことをしやるとこの位置は目をつぶっちゃいられねえぜ。おい。赤い夕日にさすらいながら死んだやつらにこもりばっかなやつらに手向けてやろうか俺の情けのこもり
風車の音ってのはいいですね。あ、いらっしゃいまし。一分くらい早いで。あ、どうせ店閉めるとこだ。よかったらお持ちなさいやし。そうですか。そうですよね。じゃあいただく。どうもありがとうございました。あんまさん。ええ。あんまさん。あ、どうもさっきはありがとうございました。気に入ったかい。いいな。もうね、この風車の音は本当によいいですね。あ、そうかい。で、今夜泊まるとこは決まってんのかい。まだどこと言って決めちゃおりませんけど。ああ、そうかい。それじゃあよかったらうちに泊まってくれないかな。え？いや、じさはもうこんところ体が凝ってしょうがなんだよ。まあ泊まってもらって療治してもらえるとありがてえんだがな。そうですか。それは私どもはそれは構いませんけども、じゃあ一つお供いたしましょう。そうかい。じゃあ助かるよ。いいや、もうすぐ近くだから。あ、そうですか。おかえりなさい。お客さん連れてきたぞ。いらっしゃい。お願いし散らかってますけど、どうぞ。どうもすいません。じゃあお言葉に甘えまして。どうも。もう肩の方はあんまりこっちはおりませんね。そうかい。この辺りがいつ起こりなさいます。あ、この辺かな。あ、この辺こり。のこの筋だな。ここです。ちょっと最初痛くても後で楽になるんですから。ちょっと待って、この筋だな。いつぐらいからここの辺が起こりなさいました。そうね。1年ぐらい前かな。1年ぐらい。ちょっと待ってよ。だいぶ酒の方おやりなさいましたね。口に入るものは何でも飲んだことだからな。じゃあしと同じだ。もう以前はね、一生どっくりなんかペロって一口だったんですよ。バカやろ。八幡のオルチやろうして一口でペロリってことあるから。蛇じゃねえんだよ。だって本当のことじゃない。だからお前近頃は一口も口にしねえようにしてるだろう。そりゃあ飲みたくったって飲めなくなったんでしょ。今夜この人と一杯やりたいんだ。向こうだけ買ってこいな。もう足だったらどうぞお構いなく。いいんだよ。遠慮しないでくれ。いいよ。おい、買ってこい。はい。いいと。お前さんも嫌いな方じゃないね。ほうと酒だけはやめられませんね。そうじゃ遠慮なくやってくれよ。いや本当にこんなにしてもらっちゃうと。お前さんもほらあちこち旅してんだからなんか面白い話あったら聞かせてくれよ。いや面白い話って別に私なんだ。まあこんな風でございますからね。時々この話が見えなくなっちゃうことがあるのさ。話が見えるってどういうことだよ。いやもうさっき先買ってくれっておかみさんにおっしゃった時に、何かとこ行って言ったのか、それは5号だか4号だか1号だかわからないってそういうとこにあんねん。
見えないんで困るよね。なるほどな。そう言ってくれ、言ってくれ。いいよ。ああ、来た。さあ、これがうまいんだよな。こいつはもう、とりあえずもう漬物だけだよ。本当じゃねえか。どうぞ。おさとな、今日、なんていうのか、久しぶりに酒飲んだもんだから、こそろっぺいっちゃってしまった。いい心持ちだ。私のお父っつぁんも大酒飲みで、うちのおっ母さんいつも泣かされて、私このままずっと独り身でいてもいいと思ってたんですよ。なんですか。俺の話のか。俺島帰りなんだよ。島帰り。この人悪なんですよ。それを今俺が言おうとしてんだからお前言わなくていいんだよ。なあその島がな。あんたものすごく気持ちがいいんだな。空の色といい。海は青いのね。そう。鳥なんかもこれそば行くだろ。逃げやしね。俺も逃げらんねえけどよ。ほんでまあみんなはまあすぐ帰りたがったりなんかしたけど、俺はまあここで生涯ずっといてもいいとそういうの思ってたね。そしたらあの将軍なんて言ったっけほら。あの人でしょ。そうあいつがコロッと行っちまったもんだからな。ご邪魔になってふと帰ってしまったんだよ。間の悪い時死にやがってよ。将軍なんてのはろくなやつがいねえよ。なあ聞こえたら大変だから。よくないですよね。私子供の頃から肩車がとっても好きだったの。よく作って近所の子供にあげてたの。でもほらやっぱり食べてくにはお足がいるでしょ。それはね。近所の神社で商いを始めたんですよ。おい。土地の親分さんに見つかって諸場代を出せのなんだのかんだのって毎日私もう尺に触ってその親分の横っ面引っ叩きやったんですよ。お前は気が強いからな。どうしばらくいるんだろ。だったらお前ここに泊まったらいいんだよ。いやそれでな俺がこう領事してもらってお前さんだって旗子だが助かるで互いに助け合うってどうだよ。ああもうそうしていただくの大事ですもんね。助け合うって言葉が私は大好き。よかったな。それでね、その時にね。およせそれ通りかかったのね。よせそれ以上先言うと俺の面こうなっちまうぞ。なんでよ。面が立たないって声。いいじゃない。私にとって一番嬉しい話なんだもの。それで私を助けてくれた時にこの人澄ました顔してスーッと行っちゃうから私追っかけたんですよ。名前も教えてくれないしところも教えてくれないし、それでこの人を捕まえてね好きなこと言ってくれって言ったんですよ。俺はなお前口説いたりなんかしなかったかな。私だってお前さんに口説かれたなんて思ってませんよ。こうだよ女すぐこういうなんだついたお方に謎かけられてとかじゃならない筋の帯ってられますね。本当にまあ悪いところでもしたらいいことしましたね。大丈夫？いや大丈夫だよちょっと。ねえ、いちさん、この人の背中が痛んだ時どこをしてあげたらいいのかしら。いやちょっといやそんなじゃないんだよ。いいじゃないの。横になって。いいんだよそんなじゃねえんだから。ちょっとまあちょっとよろしくないですか。ここのところがですねこうまあおかみさんじゃこういったじゃないでしょう。足をね。足？足をここにまあ乗せてやつ。足。かまない嘘俺。そう。じゃあ。ここのところへ。ここは骨ですからね。ここのところ。もう一つこう。でそこへこう歩いてって。いい？
じだ。ここはごめんなさい。なんだよ、こんな時敵取ることはねえだろう。別に敵取ろうなんて思ってるわけじゃないけど甘酒屋のお咲さんがお前さんに惚れてるって本当？向こうが勝手に惚れたのかな。一緒か。肩が凝ったでしょ。おはようございます。早いんですね。もうね。いい気持ちだと。よく眠れました？もうぐっすり。おかげでどうもありがとうございました。あれ、かきやつはまだ。まだ寝てるんですよ。ゆうべいっちゃんに教わった通りにあの人の背中歩いてみたらもうすごいいびき。あんないびき久しぶりなんですよ。疲れてる時はね、あの筋はこうゆっくりこう歩いて、その後足の裏2、3度ゆっくり揉んでやるって言ってね、じきに寝ちまうんです。なんだいさん、早いじゃねえか。どうもおはようございます。もう目を開けるのは早いものでございますから。早く飯にしてきて。はい。ねえ、じゃあ本当に眠れたのかよ。もうぐっすり本当に。俺は昼間商い出てるだろ。あいつ寂しいもんだな。夜になってべちゃべちゃべちゃくだらないこと喋るよってうるさくなかったから。いやいや本当にもうね、久しぶりです。こんなに寝かしてもらったの。だって本当にお前ずっといていいんだぜ。ありがとうございます。でもね、いくら目が悪いってこう耳がありますからたまには聞こえますよ。いい匂いだな、ほら。お待ちどうさま。あどうも。明日の祭り諸場代なしって聞いたけど本当かね。俺には分からねえがそうしてくれるとありがたいね。多数いくら流れや安く見積もっても千両は下らねえだろう。その中のよ100か200持ってこって寸法よ。どうでおめえさんの腕には石休みが減ってるんだ。そうだろう。何にも考えることはありゃしねえやな。俺たちは盆の前に座って会ってるからな。帳場よりのな。今のほらそういう話は見えねえことにしてるんだ。なんだ雨だけは払い下げにしてもらいたいね。雨に降られるとお手上げだからな。まったくでお互い様だ。世の中銭がなきゃな。もう一穴探そうじゃねえか。いや兄貴は何もしなくていいんだよ。
たまり場で酒でも飲んで何か揉め事を起こしてくれりゃそれでいいんだよ。あとは俺たちでやるからよ。かみさんえれえ器量よしたってじゃねえか。もうちっとマシな暮らしさせてやれねえな。明日の9つ半返事を聞きに行くからな。おい姉さんもう一本。姉さん、釣りはいりませんよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。おかえりだ。今日はやっといいことがあるんですね。どうしてですか？もうさっきからなんかこうウキウキしてますから。そんな風に見えます。いや見えや知らないけど音がね、米を溶いてるのちょっといい。なんかこう刻んでるような音がポンポコポンポコ弾んでますからね。いっちゃん今日はね、私とうちの人が初めて一緒になった日なの。どうもおめでとうございます。もう3年目。いつもはこんなことしないんだけど、今日はあの人特別驚かしてやろうと思って。そりゃあもう夜も言わずよもうそれ。いっちゃん黙ってて。わかりました。どうもおめでとうございます。いいかみさんだな。おかえりなさい。おい、いつは今日全部売れちまったよ。なんだおい、ずいぶん派手だな。なんかあったのか。またそういうふうにされるってと話が見えなくなっちまうんですよ。言っていいやねお前さん、私と一緒になって何年目？もう眠ってお前。よく覚えてたな。いや実はな、いつはこいつと俺たちは一緒になってちょうどその話は全部聞きました。また喋っちまったよお前。なんと喋っちゃうの。熱いのつけてくれ。さあ、いった。よく覚えてやがった。どうも本当に。さあおめでとうございます。いつはありがとう。おい、すげえなこのお頭つきは。いつは星つけてくれ。いやまあご亭主が先つけなくちゃ。うなぎまず。わかりますか。これはね精がつける。いいじゃあちょっと。ありがとうございます。ちょうだいちょうだい。本当になお前さ幸せな人だな。おい、酒まだか。はい。
早くしろ。またこのうなぎがうまいですねこれ。うん、いやこれさ今日おかみだ。朝からね。すまない。ええしゃべらせて。それよくなるね。さあ、じゃあ、行ってくれ。あ、ですか。じゃあ。どうもすみません。こんなめでたい時にもう邪魔しちゃってなんですけども。でお二方の末長い幸せをお祈りして一口お食べさせてもらいます。おめでとうございます。お前さん大丈夫？いや、ゆんべの酒が残っちまったのが胸がムカついてしょうがねえんだ。この辺？この辺？すまねえが、俺の代わりに商い行ってくんねえか。それはいいけど、本当にお前さん大丈夫？まあ大丈夫だ。そう。それじゃあ久しぶりに私が商売してこようか。すまねえな。おい、いっつぁん、どうしても立っちまうのか？今度はいつ来てくれんだ？来年の今自分にまたお邪魔させてもらいます。本当かい？そうしてくればこっちも気がいいや。きっとだぜ。それまでお前さんも達者でね。ごめんくださいまし。柿安さんの家はこちらでございますか。ごめんくださいまし。
腹は決まったか。たまり場で一悶着を起こしてくれりゃそれでいいんだよ。よ今日で兄貴が片棒を担いでくれりゃ百人力だ。じゃあな。一生置いとくぜ。悪いロケ起こしちゃいけねえよ。俺の耳は地獄耳で悪いことは何でも入ってくる。なあ鉄砲水の鉢ってなんや島の鳥がどっかへ持ち去ってくれたんじゃなかったのか。青い空きれいな海がおめえの体を洗ってくれたんじゃなかったのかい。そらいっちゃんの言う通りだ。俺みてえなやつは世の中に長く生きてちゃいけねえらしいや。どうせ俺の体もうそんなに悪くなっちゃいねえよ。おかみさんの足の裏がこれから毎晩毎晩お前さんの背中を歩いてくれりゃきっとよくなる。病は気からって言うじゃねえか。気休めはいらねえよ。てめえの体はてめえが一番よく知ってる。そんなに早く死にてえの。それじゃあ来年の今頃俺はここへ訪ねてくる。そん時会おうと言ったあの約束を鼻から保護にする気だったね。指切りのできねえおめえでも約束を守るぐらいの心は持ってるだろう。さんどうせ長くねえ命ならせめてお里に。そんなにいらねえ命なら俺がここでもらってやろうか。そうしてくれ。どうせ遠の昔にあんたに取られた命だ。じゃあそうするぜ。揃いました。一の半。
壺。はってくだい。ちょ。ちょ。博多ないか。ないか。ないか。ちょが足りない。ちょないか。ちょ。できました。ちょ。すいません、ちょっと手詰まりで。ちょ。イザローのちょ。ここで壺変わります。壺。さあ、はった。ちょ。さあ、はった。はっ。はっ。さあ、ないか。ちょかたないか。ちょかたないか。ちょ。ちょ。できた。勝負。ウニの半。ちょ。さあ、はってください。まあ、どっちもどっちも。ちょ。ちょ。ちょ。は。はってください。ちょ。あれ、私の駒がちょっとどこですか。駒がないんですけどね、私の駒。あら、これはあなた私の駒じゃないのこれ。私は知りませんよ。知りませんって、あなたこれ私の駒を人のもの持ってって。変なこと言わないでくださいよ。変なことってあなたね、なんですか。人の駒持ってってあんた変なことって、あんたどういう知らねえって言ってるだろう。知らねえってちょっとそんな話はあちらでやってくださいよ。いや、あちらもこちらも人が困るんですよ。黙ってるかい。なんですかあんた。人の駒を兄さん、これ私の駒なんだ。ちょっと表でやれ。いや、私は思ってなくて。私はね、ここで腹のことへこれなんだよ。どう兄さん。なんすか表で話しよう。どう。あら。お前さん、さっき聞いたんだけどね、達蔵一家の博打場でなんかいざこざがあって2人人が切られたんだって。2人切られた。せっかくの祭りだってのに本当にああいう手合いって嫌ね。一が10年ぶりに巡り合った老侠客中川の利助といい、一とは簡単相照らす仲である。この利助、黒磯一家にわらじを脱いでいるが、なぜか敵対する藤代一家の若者清吉に目をかけていた。次回新座頭市森重久や根津陣八を迎えて送る
土星人の歌にご期待ください。